はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、2DD プラス 2BA プラス1プレイナーのベースヘッド IEM パンチオーディオマルティロです。ベースヘッド IEM って言い切っちゃってるあたり、かなりベースが強いってことだよね。多分、っていうか、そこは間違いないでしょうね。マルティロはスペイン語でハンマー、音楽用語では大工さんが金槌で叩くようなリズムを指すこともあるんだって。ってことはさ、そんだけ低域がドカドカ来るってことなんじゃないの？ジャックさんもそれを取り入れてサムネイルにハンマー入れてるんでしょ？まあそうだね。ベースヘッド IEM か。低域がドカドカ来るのはあんまり得意じゃないんだよな。じゃあ今回は愛と2人でレビューしようか？いいや、ちゃんとやるよ。じゃあ早速行ってみよう。まずは価格。5万円前後とハイエンドクラスなんだね。簡単には手が出なさそうな領域。確かに。でも気に入って長く付き合えるんなら検討したいわ。フェイスプレートは愛の好みじゃなさそうだけど、ハンマーで叩いて割れちゃってる風デザインだよ。でもこの黒い部分、ラメが入ってるみたいでちょっとキラッとしてるのがいいわ。光の加減でレッドの質感が分かりづらいかもだけど、暗めなレッドね。一つ一つ手作業で丁寧に組み立てられているそうよ。そうなんだ。なんだかんだ言って気に入ってるっぽいな。音質次第ね。ノズル部以外は樹脂製なので 5.1g と軽め。24mm を超える厚みはちょっと気になるかなぁと思ったけど、装着してみると案外大丈夫だったの。ここから音漏れてくる？ほとんど気にしなくて大丈夫。ドライバーはまず 8mm の DD が2機。詳細がよくわからないんだけど、低域を担当しているのは間違いないだろう。ベースヘッドなのに DD は 8mm なのか。ちょっと意外。ミッドレンジはノールズ製 RDE、デュアル BA を採用し、高効率かつ低歪みを実現し、極めて正確でナチュラルな音を再現。スタジオモニターのような正確な音色とトーンで、自然なサウンドということだわ。広域にはカスタムのプレイナードライバーを搭載。一般的な DD や BA よりもはるかに高速なレスポンスを持ち、トランジェントが速く、解像度が高い。マルティロでは中広域から広域にかけてチューニングされていて、空気感と開放感をもたらす。なるほど。で、それらをまとめているのが、パッシブな 3-way クロスオーバーネットワークと3つの独立したサウンドチューブなんですね。視覚的資料がなかったんで、内部構造はわからないけど、そのようだね。リアーチップは2種類バンドルされています。3キロ以降での違いが見られますが、低域とのバランスを考慮すると、グレーの方が良さそうな気もします。10キロ付近はメモリーフォームの方が目立ってるから、両方聞いてみて、合う方を選んでもらえばと思う。私はいつものディバイナスベルベットがグレーのバンドル1とほぼ同じだったんで、ベルベットを音収録と視聴に使ったよ。まあ、順当なところだね。比較モデルはプレイナードライバーは搭載していないけど、2BA プラス 2DD のカファインクワティオにしてみた。低域の差分だけ分かればいいかって思ってたんだけど、こうしてみると案外似たカーブになってる帯域が多いな。クワティオの低域って結構しっかり出る印象でしたが、やっぱりマルティロの低域との差は結構ありますね。あと、マルティロの広域10キロ以上があまり落ちずに出ているのが特徴ですかね。そうだね。そう思うよ。今回は音調整の基準をクワティオにして、マルティロ低域の重量感が伝わりやすいようにしているよ。なので、中域から10キロぐらいまでは、マルティロが10キより少し暗めに聞こえると思う。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
ドチェックでした。低域の重みの差は確かにありましたね。そう、と重たい低域感じてもらえたんじゃないかと思う。ZAS の低域も結構出てたよなーなんてちょっと思い出したんで波形重ねてみたらこうなった。なるほど、マルティロは ZAS より超低域がさらに重たいんですね。そう、しかも質感もいいしな。ちょっと脱線しちゃったんでグアティオとの比較に戻るよ。はい、それ以外の帯域はカーブが似ている部分が結構あるので大きな違いというほどの差は感じにくかったです。マルティロの低域の重みを感じてもらうためにあえてクアティオを基準に調整した分広域のこの辺りの差があるのは分かっていたけど、それでもマルティロの中広域以上って結構しっかり出ていたよね。そう、それもいいんだよな。これまでの比較でマルティロの特徴は大体把握できたけど、最後に実機を聞いた印象を教えて。やっぱりベースヘッド IEM というだけあって低域の重みがとてもいい。キックやベースの重み、圧、迫力がありしっかり下を支えてくれている。また中広域以上もある程度出ているのでキックの川鳴りやスラップベースのプルなどが低域の量感に押され負けしない。マルティロは低域の量感だけじゃないよってことだね。そうなんだよ。最初は苦手だなーなんて思って聞き始めたんだけど波形の通り中域が犠牲になるようなチューニングじゃないのもいい。だから気に入ってしまったんですね。そうなるとレビューもしやすいですね。そう、バランスは低域寄りだからもともと広域の抜けがいいグアティオほどではないんだけどね。ベースヘッド IEM って宣言してるんだから別にいいんじゃないの。そういうこと、低域が楽しめて中広域も負けてる感はほぼなくボーカルも結構前に出るなり方に感じるんで EQ 補正なしでも満足できる。曲によってもっと中広域が欲しければざっくりこの帯域を持ち上げるのもあり、10キロ以上はプレイナードライバーがしっかり仕事してくれてるんでそのまま。 EQ 補正はお好みでという感じですね。マルティロは低域重視でありながら中広域以上も負けてないんで全体的にゴージャスな響きという表現が近いかな。聞いててとても楽しめたんで気になったら聞いてみてほしいなーって思ったね。そうですね。低域好きな方はもちろん何本も IEM を所有している方に特におすすめですかね。そうだね。はい、ということで 2DD プラス 2BA プラス1プレイナーのベースヘッド IEM パンチオーディオマルティロのレビューでした。ではまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。